皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本のマスコミで称賛されていたアメリカの政治家、ニューヨーク州のクオモ知事が情報隠蔽を行っていたというニュースを取り上げていこうと思います。一体どのような情報を隠蔽していたかといえば、それは新型コロナウイルスによる死者数を隠蔽していたというお話です。2020年、クオモ知事は連日会見を行って新型コロナウイルス対応を非常に頑張っていますよというのを非常に強く押し出していました。そのことは日本においても非常にたくさん取り上げられ、日本の政治家はこういう風な対応というものをすべきだという話なども非常に多く見られました。しかし今回の死者数の隠蔽というニュースを見れば、その当時における称賛というものは全く間違っていた可能性があります。それではアメリカではどのようなことが起こっているか報道を見ていきましょう。アメリカ CDC が学校再開を勧告。クオモ知事に辞任要求。アメリカ疾病対策センターは12日、学校はマスク着用を徹底し、ソーシャルディスタンスを保ちながら対面式の授業をできるだけ早期に再開するべきだと勧告した。バイデン大統領はホワイトハウスで共和党・民主党両党の市長や知事と会談し、1兆9000億ドル規模の追加経済対策への支持を訴えた。ニューヨーク州のクオモ知事の側近は民主党指導部との会議で、州政府は連邦当局の調査を回避するために介護施設での死亡者数を正確に公表しなかったと話した。12日に知事側が開示した会議録で明らかになった。共和党議員は知事が事実を隠蔽したと非難し、辞任を要求している。このニュースそれ自体はアメリカの一般的な動きを追っているニュースなわけですが、クオモ知事が死亡者数を正確に公表しなかったという点については、より詳しく知りたくなりました。ところが、クオモ知事が介護施設や高齢者施設での死亡者数を隠蔽していたというニュースは、日本語での記事が少なく、一方で英語での記事では、ウォール・ストリート・ジャーナルやワシントン・ポスト、ニューズウィーク、CNN が報じていました。このあたりかなり日本では重要視されていないニュースだなという感じがしたわけですが、より詳しく話を見てみるとそういうわけではありませんでした。ニューヨーク州クオモ知事、老人ホーム死者数を隠蔽の疑い。ニューヨーク州のクオモ政権がトランプ政権からの追及を回避するため、老人ホームなど高齢者施設での新型コロナウイルスの死者数を公表しなかったと語っていたことが分かった。ニューヨークポスト紙によると、クオモ氏の主任補佐官のメリッサ・デローラ氏は10日、民主党の州議会議員トップとビデオ会議を行った。その中で、昨年夏に司法省とニューヨーク州議会が老人ホームの死者数に関する情報提示を求めた際、トランプ政権に政治利用されることへの懸念から凍結したと語り、議員らに謝罪したという。この凍結したという言葉は一体何を意味しているかといえば、死者数を正確に情報公開することを凍結したという意味だと思われます。州議会議員に対し、我々は謝罪する。あなた方の立場は十分に理解していると表明。公平でないことは分かっており、あなたたちを共和党と対峙する立場に置く意図はなかったと釈明したという。これは情報を隠蔽することによって、州の民主党議員たちが共和党の議員らから批判される立場になることを想定していたわけではなかったと弁明しているわけです。州司法長官は過少報告を指摘。ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は先月28日、老人ホームにおける新型コロナウイルスへの対応に関する報告書で、州保健局のデータよりも 50% 以上多い死者が出ている可能性があると発表した。州保健局のデータは当初、老人ホームから病院に搬送され、病院で死亡した入居者を含めていなかった。このことから AP 通信は昨年8月、老人ホームでの死者数は 65% 以上過少報告されている可能性があると報じていた。保健局のデータでは、介護施設の累計死者数は8711人だが、ジェームズ州司法長官が行った調査では、13500人以上になる可能性があるとした。州保健局は死者数を1万5000人以上に修正。州保健局は今月10日、老人ホームでの死者数を1万3297人に修正した。州議会議員に宛てた書簡で、入居型介護施設や成人ケア施設での死者数1752人を含めると、老人ホームの死者数は1万5049人に上ると公表している。AP 通信は12日、パンデミックが始まってから5月10日までに
新型コロナウイルスから回復中の患者9056人が病院から老人ホームへと送り込まれたと報じた。州保健局が当初発表した数字よりも 40% 以上多いことが分かった。これは高齢者の治療が終わる前にその高齢者たちを施設へと送り返してベッド確保を優先させていたということで、これにより高齢者施設での感染蔓延につながったと批判されています。日本のマスコミがクオモ知事のことを何度となく取り上げて日本で報道していたのには当然のように理由があります。まず第一にその当時、ニューヨーク州と東京都を比較して人口や大きさといったものから見て非常に比較するのに良い対象でした。また当然のように日本においても知名度という点においてニューヨーク州はまさにアメリカを代表する都市の一つであり、日本と比較するには非常に良い相手だったのです。そしてクオモ知事は非常に熱心にその当時のマスコミの求めていることを行いました。まず第一に PCR 検査を非常に大々的に行いました。その当時日本においてはこの PCR 検査の体制というものが不十分で、PCR 検査を受けたくても受けられないという状況が日本各地で発生していました。ですからクオモ知事が行った PCR 検査をどんどんと行いましょうという政策に対しては日本のマスコミは非常に高く評価していたのです。また連日のように会見を行って報道陣と質疑応答を繰り返していた姿勢というものもアメリカにおいても高い評価を受けましたし、そのことも日本においても同じように日本の政治家は行うべきだといった声なども上がっていました。なおこの連日会見を行っていた姿勢に対しては優れたテレビ番組に対して賞を贈っているエミー賞が厚労省という形でクオモ知事を称賛しています。さてそのようなクオモ知事なわけですが、なぜトランプ大統領との政治的な争いに巻き込まれないようにするためにわざわざ死者数を隠蔽していたかといった点についての解説を行っていきましょう。まず第一にアメリカにおいては二大政党制です。民主党と共和党2つがあり、そして当時は共和党の大統領であるトランプ大統領、そして民主党の知事であるクオモ知事という対立構図になっていました。そして民主党はトランプ政権の行っている新型コロナウイルス対策が手ぬるいという話をしていましたから、徹底的にその点について我々は仕事をしているんだというアピールを繰り返していました。そこから出てきたのが PCR 検査の広範な実施と連日会見を行うことによる人心の掌握だったわけです。そして政治家としてのクオモ知事というのは年齢としては63歳で、現在のバイデン大統領が78歳であることを考えれば、この先自分が大統領を狙う目というものは十分にあり得る年齢です。ですから新型コロナウイルス対策をしっかりと行い、多くの国民に自分が仕事ができる政治家ですよということをアピールすることは、現在の新型コロナウイルス対策として役立つそれ以上に今後の政治家人生にとっても非常に役立つことなのです。だからこそトランプ大統領に攻撃の材料をなるべく与えたくないという考えから病院での死者数というものを過小報告していたという可能性が出てきているのです。マスコミにおいてはクオモ知事の新型コロナウイルス対策が良かったねという話が広く宣伝される一方において、その逆であるトランプ大統領に対してはひどく批判されるという構図が展開されたわけです。トランプ大統領は共和党支持者の中からは強く支持を受け、それによって集会などを行えば多くの人が駆けつけたわけですが、しかし共和党の支持者だからといって新型コロナウイルスの問題を軽視している人ばかりではありません。当然のように集会に行かない人、そして共和党は支持しているんだけどトランプ大統領は支持できないよなという人たちがバイデン票へと流れてしまった背景には、こうしたクオモ知事の動きに見られるように新型コロナウイルス対策をしっかりと頑張っているのは共和党ではなく民主党ですよという大きな世論を作り出すことにも彼は一役買っていたわけです。このようなことから今回の情報の隠蔽というのは一人の知事の行った情報隠蔽だけにとどまらず、その後の大統領選挙においても大きな影響を及ぼしたと考えるべきでしょう。ですから最初の記事に出てきたように共和党の議員がクオモ知事の辞任を求めているという話へとつながってくるわけです。日本では他国における目立った動きを見せた政治家というものをついつい過剰に称賛し、日本の政治家も見習うべきだという話をしてしまうわけですが、今回のように実情が違ったということが分かった時には、もはや日本国民の関心というものがないために、情報修正がされることがないままそのまま過ぎ去ってしまうことがあります。
今後もクオモ知事のことをよく言っている人がもしもいれば、今回取り上げたような死者数の隠蔽を他の人はやっていたんですよといったことをぜひとも教えてあげてください。そうしなければ、クオモ知事は非常に優れた政治家であるという勘違いというものをずっと引きずってしまうことになるからです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。